こんにちは、ジパング55のタカです。前回に引き続き、高知県に来ています。今回は四万十川源流近くにある、青蘭の里という施設に宿泊します。川のせせらぎと満天の星空を楽しめる人気宿をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に、日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。青蘭の里は高知空港から1時間20分ほどです。山中にあり、四万十川の源流を見るための観光客などで賑わいます。宿近くには道の駅もあります。地元の野菜やお菓子などが売っています。巨大滑り台もありました。思った以上に傾斜があり、スピードが出ましたね。なかなかスリリングだったので、試してみてください。こちらが本日宿泊する青蘭の里です。もともと学校があった跡地にリニューアルオープンしたようです。宿の隣には満天の星というカフェもありました。四万十川の源流まで歩いて30分ほどのため、かなり山の中にあります。周りにはカフェと道の駅だけで、他には何もないですね。これだけ自然が豊かだと川や星がきれいなのがうなずけます。それでは中に入りたいと思います。施設はかなり新しいですね。木目基調で落ち着きます。普段はツアーのランチなども受けているようです。お酒なども売っていました。お土産も売っていますね。紅茶や工芸品などが売っています。絵本や雑誌などもありました。子供連れには嬉しいですね。レンジもあるので、買ってきたものを温めることができます。自動販売機もあるので、飲み物は調達できそうです。奥には洗濯機や乾燥機もありました。客室は全部で6部屋しかありません。一人旅、夫婦、カップル旅、友人旅など幅広く対応できるように様々なタイプの部屋が用意されています。それでは部屋に入ってみたいと思います。玄関は段差がなく、入りやすいですね。気分の出る下駄が置いてありました。履きやすいように椅子もあるのが嬉しいですね。こちらがお部屋です。今回は2名でツインのお部屋にしました。ベッドは大きく、ふかふかそうですね。毛布もあるので、外で川の音を聞く際にも使えそうです。ベッド脇には、部屋全体の明かりを操作できるスイッチもありました。空気清浄機やハンガー掛けもありました。洋服をしまうラックなどはなかったですね。お茶や茶菓子などもありました。湯沸かし器もあります。パジャマもついていました。下駄用の足袋もあります。荷物台や懐中電灯もありました。その他に机や空気清浄機もあります。洗面台も綺麗ですね。アメニティ類は袋の中に入っていました。タオルやドライヤーもありますね。お風呂も綺麗です。川の音が聞こえるように窓は開けられるようになっていました。トイレも別にあり、新しかったです。
他にも金庫や冷蔵庫がありました。冷蔵庫には水が2本入っていました。お茶は地元の緑茶が用意されていますね。急須とに本茶も用意されているので、旅館のようにくつろげます。無料ドリンク券もあり、ロビーでもらうことができます。アメニティはどんなものがあったかご紹介したいと思います。アメニティの入っていた袋もしっかりしているので日常使いできそうです。ヘアブラシ、カミソリ、歯ブラシがありました。それでは部屋についているテラスを見てみたいと思います。部屋の目の前には川が流れています。ベランダでは川のせせらぎを聞くことができます。川の音を間近で聞けるのは楽しいですね。フロントで椅子を借りることもできます。ベランダでゆっくり川の音を聞くことができます。自然を感じることができるのでとても落ち着きますね。今回はこちらに一泊します。お値段は夕食、朝食付きで17,800円です。今回は夕飯にカツオのたたきをつけたので少しお高めになっています。部屋は3種類あります。ダブル、ツイン、定員5名のお部屋です。部屋数は6室しかないので注意が必要ですね。接客もものすごく丁寧で、高知の観光スポットなどいろいろ教えてくれました。部屋にテレビはなく、川の音や星空を楽しみます。Wi-Fi はあるので、ネットは利用できます。お茶を入れる体験などもできるようです。ただここは、雨が降るとやることがなくなってしまうかもしれませんね。それでは食事に向かいたいと思います。食事はロビーに設置された会場でいただきます。ロビー横にもテラスがあり、席が用意されていました。昼間はここでお茶を楽しむことができるみたいです。ここからも川を見ることができます。夕飯会場も木目調で落ち着きがあり、ゆったりできますね。少し広めのソファー席もあるので、嬉しいですね。料理は懐石料理です。とても美味しそうですね。品数も多いです。ある程度食べたら、温かい次の料理を持ってきてくれます。ドリンクも地酒をはじめ、ノンアルコールビールなどもありました。お茶は水出しの緑茶で美味しかったです。お釜で炊いたご飯を炊飯器に移動させているので、とても美味しかったです。ご飯だけでも2から3杯はいけますね。せっかくなので、地酒の日本酒を注文しました。刺身料理に合い、とても美味しかったです。他にもうなぎや天ぷらがありました。せっかくなので、カツオのたたきがついたプランにしました。料理はどれも美味しく、箸が止まりませんでしたね。地元の食材を使った料理がメインで、高知を堪能できます。ご飯も美味しく、2から3杯は軽く食べれてしまいますね。ナスビの肉詰めもありました。ナスビが大きくてびっくりしましたね。比較すると大きさがよくわかります。中はジューシーでボリュームがあります。料理は次々に出てくるのでお腹いっぱいですね。デザートはチョコレートケーキとフルーツでした。料理の美味しさ、量は大満足です。女性は少し量が多いかもしれません。スタッフの方に聞けば料理の内容も丁寧に説明してくれるので好感が持てます。ぜひ料理付きのプランで宿泊してみてください。外はイルミネーションでライトアップされていました。部屋と宿前の広場では星も見ることができます。iPhone の撮影のため星を映すのは難しかったですが、とても綺麗でした。月明かりもなくなった夜に見ると
さらに綺麗に見えます。外のイルミネーションより星がものすごく綺麗でしたね。星空は都会で見るよりもはるかに綺麗だったのでおすすめです。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。朝も暖かい日差しと川のせせらぎで気持ちがいいですね。それでは早速朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場は夕飯会場と同じ場所です。お釜でご飯を炊いていたので、ご飯を混ぜる体験もさせてくれました。香りや風味を保つために、ご飯の混ぜ方にも工夫があるみたいです。とても美味しそうですね。朝食は一部ビュッフェ形式で、残りはプレートで提供されました。ビュッフェはパンやフルーツなどがありました。カレーもあり美味しそうですね。ワッフルなどもあり、温められるのは嬉しいですね。和食で納豆や漬物もありました。先ほどのご飯も炊きたてで美味しそうですね。ドリンクはコーヒー、紅茶、ほうじ茶、緑茶などがありました。提供されたプレートは焼き魚がメインでした。自分で足りない分を取れるのもいいですね。朝食も地元の食材を使い、とても美味しかったです。朝食開始は7時30分からと少し遅めですが、部屋数も少ないので混み合うこともなかったです。和食中心ですが、お米も美味しく何杯でも食べれてしまいますね。食後にはおまんじゅうも提供してくれました。こちらの宿に泊まるなら、食事付きのプランをぜひ試してみてください。それでは今回のセイランの里、いかがだったでしょうか。自然豊かな場所で、ゆっくりしながら美味しいご飯が食べれる素晴らしい宿でしたね。ぜひ訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。